味の迷宮。プロローグ。下の探偵。雨の降る大阪の夜、難波の裏通りに位置する古びたビルの一室で、神崎陽一は一人小さな実験をしていた。目の前には複数の皿が並び、それぞれに異なる調味料で味付けされた料理がある。神崎は目を閉じ、一口ずつ味わいながら、その微妙な違いを記録していく。かつて警察の食品衛生課で下の探偵と呼ばれた男の日常。神崎の探偵事務所は小さく、依頼も多くはない。食品偽装や料理のパクリなど、彼の特殊能力を必要とする珍しい依頼が時折舞い込む程度だった。警察時代、ある大きな食品偽装事件で権力者に屈した上司との対立から辞職した彼は、以来一匹狼として生きてきた。アパートに戻った神崎は夕食代わりにカップラーメンをすすりながらテレビを見ていた。そこには大阪の老舗料亭松の屋の当主松野健太郎の訃報が流れていた。料理は嘘をつかない。本物の味には真実がある。健太郎が生前インタビューで語っていた言葉が神崎の心に何か引っかかるものを残した。その翌日、彼の事務所を一人の女性が訪れる。松野健太郎の一人娘、美咲だった。警察は健太郎の死因を食中毒による事故死と断定していたが、美咲はそれを信じていなかった。父の死に疑問を抱いた彼女は、かつて下の探偵と呼ばれた男の噂を聞きつけ、神崎に調査を依頼したのだった。警察の判断に逆らうことになる調査。ためらう神崎だったが、直感と美咲の真摯な眼差しに動かされ、依頼を引き受けることにした。第一章、松の屋の不審死。松の屋は大阪北新地に位置する創業150年を誇る老舗料亭だ。上品な純和風の外観と、一歩足を踏み入れると広がる静寂な空間は、時代の流れに左右されない価値を持っていた。神崎は美咲の案内で松の屋を訪れ、健太郎が最後の時を過ごした部屋や、彼が食べた最後の食事について詳しく聞き取りを行った。健太郎は自ら調理した特別な一品を食べた後、急に体調を崩して亡くなったという。父は料理人として非常に注意深い人でした。食材の管理にも厳格で、自分が扱うものに有害なものが混じることは絶対にありえなかったんです。と美咲は語る。神崎は健太郎の調理場を見せてもらい、残された食材や道具を詳細に調査した。彼の鋭い嗅覚がわずかに残る違和感を検知する。それは普通の人なら気づかないかすかな異臭だった。ここを調査した警察の食品衛生の専門家はと神崎が尋ねると、美咲は首を横に振った。通常の検査だけで父が自ら調理したものだから詳しい検査はされませんでした。神崎は松の屋の従業員たちにも話を聞いた。料理長の田中は、当主は最近何か重大な決断をされるような素振りでしたと語り、女将の森本は誰かと電話で言い争うこともありましたと証言した。さらに健太郎の書斎を調査した神崎は、彼が最近
古い料理書を頻繁に参照していたことを示すメモを発見する。そのメモには究極の一皿公開の時という走り書きがあった。究極の一皿とは何か知っていますか？神崎が美咲に尋ねると、彼女は少しためらいながら答えた。松の家に代々伝わる秘伝のレシピです。江戸時代から伝わる料理でめったに提供されませんが、大阪料理界では伝説とされています。美咲は続けた。父は最近そのレシピを公開する準備をしていました。長年の秘密を解禁する決断をしたのです。でもそれが何か事件に関係しているとは、神崎の心に事件の全貌がまだ見えていないという不安が膨らんだ。料亭の伝統と秘密、そしてそれを公開しようとした矢先の不審死、偶然とは思えない状況証拠が積み重なっていた。第2章、依頼と調査の始まり。美咲からの依頼を受けてから1週間、神崎は着実に調査を進めていた。松野健太郎の交友関係、松の家の歴史、そして究極の一皿についての情報収集に奔走した。美咲は神崎の調査に全面的に協力し、松の家の古い記録や健太郎の私物を調査することを許可した。二人は時に深夜まで資料を読み漁り、健太郎の死の裏に隠された真実を探った。松野健太郎には多くの知人がいた。特に注目すべきはライバル料亭川上のオーナー川上誠、著名な料理評論家の西村、そして長年取引のある食材卸業者の大石だった。神崎はまず料理評論家の西村を訪ねた。西村は健太郎との親交を語りながらも、彼が究極の一皿を公開するという話には業界で賛否両論があったと打ち明けた。松の家の秘伝は単なるレシピではないという噂もあります。江戸時代の豪商松野治兵衛が隠した何かの鍵だというと西村は意味深に語った。次に神崎は食材卸業者の大石を訪ねた。大石は健太郎の死を悼みつつも、最近川上料亭と松の家の間に何かあったのかもしれません。健太郎さんが川上のオーナーと激しく言い争っているのを見たことがありましたと証言した。さらに調査を進めると、健太郎の死の数日前、彼が川上誠と会っていたことが判明した。同席した人物の証言によれば、二人の会話は終始緊張感に満ちており、最後には川上が「それは先祖から受け継いだものだ。公開などすればたたりがあるぞ」と言い放って去ったという。神崎は美咲に川上料亭との関係について尋ねた。川上家と私たちの家は昔から何かと比較される存在でした。大阪料理界の二大老舗としてライバル関係にあったと言ってもいいでしょう。でも父はあからさまな敵対心は示していませんでしたと美咲は答えた。やがて神崎は松の家の台所に残されていた食材のサンプルを専門の検査機関に依頼して分析してもらうことにした。健太郎が最後に調理した料理の痕跡から何か手がかりが得られるかもしれないという直感があった。夜遅く、神崎が事務所で資料を整理していると、美咲から電話がかかってきた。彼女の声は震えていた。神崎さん、
父の書斎が荒らされていました。何者かが侵入したようです。状況は急転直下。単なる事故死の調査から何者かが隠したがる秘密の探求へと変わっていった。第3章、毒殺の証拠。検査機関からの結果が届いた。神崎が予感していた通り、松野健太郎の死は事故ではなかった。食材に菌糸草という希少な毒物が混入していたことが判明したのだ。菌糸草は日本に自生する珍しい植物で、その毒性は通常の食品検査では検出が困難とされる。とりわけその香りが特定の食材と非常に似ていることから、料理に混ぜても違和感が生じにくい特徴があった。神崎は美咲に検査結果を伝えた。彼女の顔から血の気が引いていく。やはり父は殺されたのですね。と彼女は震える声で言った。この種の毒物を知っていて、入手できる人間は限られています。と神崎は説明した。ボタニストか、あるいは伝統的な和漢に詳しい人物の仕業でしょう。美咲の荒らされた書斎からは、健太郎が究極の一皿のレシピを記した古い巻物が盗まれていたことも判明した。犯人の目的は明らかにこのレシピだった。神崎は川上料亭を訪れることにした。表向きは料理の取材という名目で川上誠に面会する。川上は50代半ばの厳格な表情の男で、神崎の質問に冷淡な態度を示した。松野健太郎との最後の会話について教えていただけますかと神崎が尋ねると、川上は表情を硬くした。単なる業界の話だ。彼の死は不幸だったが、私は何も知らない。神崎が帰り際、料亭の裏手で最近植えられたような植物を目撃する。近づいてみると、それは小さな植物だった。菌糸草にそっくりの姿をしている。その夜、神崎は美咲と共に健太郎の残した手帳や書類を詳しく調べていた。そこには M 計画5月15日完了予定というメモがあった。これは何のことでしょうと神崎が尋ねると、美咲は考え込むように答えた。わかりません。でも5月15日は父が究極の一皿を公開するためのプレス発表を予定していた日です。さらに調査を続けるうち、神崎は健太郎が死の数週間前から松野屋の歴史に関する古文書を研究していたことを突き止めた。まるでレシピの公開に向けて何か重要な発見をしたかのようだった。神崎が事務所に戻ると、ドアのわずかな乱れに気づいた。誰かが侵入した形跡がある。中に入ると資料が散乱し、健太郎の毒殺に関する検査結果が消えていた。神崎は美咲に連絡を取り、身の安全を確保するよう伝えた。事態は刻一刻と深刻化していた。これはもはや単なる料亭の秘伝レシピをめぐる争いではないことが明らかだった。第4章、究極の一皿の謎。神崎は松野屋の歴史を深く調査するため、大阪府立図書館で古い資料を探した。江戸時代末期、松野屋の祖先である松野治兵衛は当時の大阪で指折りの豪商だった。彼は料理に造詣が深く、究極の一皿
と呼ばれる特別な料理を考案したとされる。資料によれば、治兵衛は幕末の動乱期に巨額の財産を隠したという噂があり、そのありかは究極の一皿のレシピに暗号として記されているとの言い伝えがあった。松の家の秘伝レシピが実は隠し財産への鍵だとしたらと神崎は考えた。美咲からは祖父の代まで遡る松の家の歴史についても話を聞いた。祖父の時代にはまだ川上家と松の家は交流があったそうです。何かの料理コンテストをきっかけに両家の関係が決定的に悪化したと聞いています。神崎はある歴史研究家森本教授を訪ねた。森本は大阪の料亭文化に詳しく、松の家と川上家の歴史についても造詣が深かった。約50年前、大阪で関西料理最高峰を決める大きなコンテストがありました。と森本は説明した。松の家が優勝し、川上家は2位。しかし、その後、川上家が松の家の秘伝のレシピを盗んだという噂が広まったのです。それが両家の確執の始まりですか？ええ。川上家はその後没落し、一時は料亭を閉めるほどでした。現在の川上料亭は、2代目の川上正一が再建したものです。彼の父親で初代当主の川上正治は、コンテスト後、姿を消したと言われています。神崎はさらに意外な事実を突き止めた。松野健太郎の妻、美咲の母、陽子は、若い頃に名前を変えており、実は川上家の出身だったのだ。彼女は川上正治の娘で、正一の妹にあたる。陽子は10年前に病死していたが、彼女の存在は両家の関係に大きな意味を持っていた。美咲には両家の血が流れていたのだ。この発見に驚いた神崎が美咲に問うと、彼女も動揺した様子で答えた。私も最近知ったんです。父が亡くなる直前に打ち明けてくれました。母は松の家に嫁ぐために名前を変え、実家との縁を切ったそうです。神崎は川上家の現当主、川上誠が美咲の叔父にあたることを突き止め、改めて彼に会うことを決意した。複雑に絡み合う両家の歴史の中に、殺人の動機が隠されているはずだった。ところが、川上料亭に向かう途中、神崎は何者かに襲われた。暗い路地で待ち伏せしていた黒い影が、突然彼に襲いかかったのだ。格闘の末に相手を振り切ったが、それは単なる警告だった。この調査はやめろ。でなければ、次は命はないぞ。という言葉を残して、襲撃者は夜の闇に消えた。第5章、第2の殺人。神崎が襲撃事件から立ち直りかけた頃、衝撃的なニュースが飛び込んできた。川上料亭のオーナー、川上誠が自分の店の厨房で死亡したのだ。警察の初期調査では、心臓発作との見解が示されたが、神崎には疑念があった。美咲と共に川上料亭の近くまで行き、状況を探った。何か変わったことはありませんでしたかと神崎が警備員に尋ねると、昨夜、誠さんは誰かと激しく口論していました。誰だったかはわかりませんが、という情報を得た。神崎はある計画を思いついた。彼の知人で、警察の法医学者、田中に連絡し、川上誠の死因について詳しい情報を求めた。
数時間後、田中から連絡があった。検視の結果、これは自然死ではない。松野健太郎と同じ毒物、瀕死草の痕跡が検出されたという驚くべき報告だった。さらに衝撃的だったのは、川上誠の死体の近くに松野屋の家紋入りの箸置きが発見されたことだった。警察は美咲を容疑者として注目し始めていた。私は叔父を殺していませんと美咲は神崎に訴えた。確かに最近、父の死の真相を探るために会いに行きましたが、話し合っただけです。神崎は美咲を信じたかった。しかし、状況証拠は彼女に不利だった。彼は急いで川上料亭の従業員たちにも話を聞いた。誠さんは最近、何か恐れているようでした。と料理長は言った。特に先代の当主について、何か発見したと言っていました。先代の当主？川上正治のことですか？はい。彼は50年前に姿を消しましたが、誠さんはまだ生きていると言っていました。神崎が調査を続けていると、歴史研究家の森本教授が交通事故に遭ったとの知らせが入った。神崎が病院を訪れると、森本は偶然の事故ではないと話した。私は松野屋と川上家の確執の本当の理由を突き止めました。それは単なるレシピ泥棒の話ではありません。究極の一皿には本当に暗号が、と言いかけた森本は急に咳き込み始め、医師に安静を命じられた。神崎が病院を後にする際、見知らぬ老人が彼を見つめているのに気づいた。神崎が声をかけようとすると、老人は素早く姿を消した。事務所に戻った神崎は美咲に電話をかけた。しかし彼女は電話に出なかった。不安になった神崎が美咲のアパートを訪ねると、部屋は荒らされ、壁には究極の一皿の文字が血文字で書かれていた。美咲の姿はなかった。警察に通報するべきか迷う神崎だったが、何者かが彼を見ていると感じた。振り返ると、一枚の紙切れが足元に落ちている。そこには、彼女は私が預かっている。50年前の決着をつける時だ。と書かれていた。第6章、美咲の危機。美咲の失踪から一夜明けた朝、神崎の事務所に一通の封筒が届けられた。差出人の名はなかったが、中には美咲からの手紙が入っていた。神崎さん、私は母方の祖父、川上正治に監禁されています。彼は父と川上誠を殺した犯人です。50年間潜んでいましたが、究極の一皿を公開させないために戻ってきたのです。私の命は狙われていませんが、彼の計画を止めなければ。手紙には場所の手がかりはなかったが、父が最後に言った、あの場所という暗号めいた言葉があった。また、封筒の中には一枚の古い写真も同封されていた。そこには若かりし頃の川上正治と、まだ幼い娘、陽子が写っていた。二人は料理を作りながら笑顔で写っており、その背景には川上料亭の厨房が見えた。神崎はその写真を見つめながら考えた。彼は単なる復讐の鬼なのか、それとも神崎は美咲が言ったあの場所を突き止めるため松野健太郎の行動を再調査した。
健太郎の運転手から亡くなる前日、ご主人は古い料亭跡地を訪れました。昔の川上料亭だった場所です。という情報を得た。運転手はさらに、ご主人はそこで誰かと会ったようです。戻ってきた時、顔色が悪く、過去は簡単に消せるものではない、とつぶやいていました。と付け加えた。川上家が没落し、料亭を閉めた後の古い建物、それが美咲の監禁場所かもしれないと、神崎は考えた。彼はその場所について調べると、50年前に栄華を誇った川上料亭の痕跡がわずかに残っていることが分かった。建物は今も残っているが、長年放置され、荒れ果てていた。出発前、神崎は写真に写る若き正治の表情をもう一度見つめた。料理への情熱と娘への愛情があふれる表情。それが憎しみと復讐に駆られた現在の姿へと変わってしまった過程に、神崎は何か深い悲劇を感じていた。神崎は単独で救出作戦を決行することにした。警察に話せば、美咲の命が危険にさらされる可能性があった。彼は慎重に準備し、夜になってから古い料亭跡地に向かった。雨の降る夜、荒れ果てた料亭に到着した神崎は、かすかな明かりを頼りに建物内部へと進んだ。廊下の壁には色あせた写真や表彰状が今もかけられていた。かつての栄光の証だろう。長い廊下を抜けると、奥から人の声が聞こえてきた。松野屋は私の料理を盗み、娘を奪った。そして、私の人生も奪った。老人の声には怒りとともに、深い悲しみが混じっていた。おじいさん、それは誤解です。母は愛していたから松野屋に、黙れ。すべては、究極の一皿のせいだ。あのレシピが秘密のままなら、こんな悲劇は起きなかった。私たち家族は幸せだったんだ。神崎は静かに声のする部屋に近づいた。かつての宴会場とおぼしき広間に、美咲が椅子に縛られていた。彼女の前には老人、川上正治が立っていた。80代とは思えない鋭い眼光を持つ男だったが、その目には涙が浮かんでいた。部屋の隅には古いレコードプレーヤーがあり、かすかに演歌が流れていた。もう一人来たようだな。と正治は突然振り向いた。彼は神崎の存在に気づいていたのだ。探偵さん、よく来てくれた。お前にも真実を知ってもらおう。50年間、誰も知らなかった真実をな。正治の背後の壁には、多くの古い写真が貼られていた。川上家の歴史、料理コンテストの様子、そして若き日の陽子の写真。彼は50年もの間、失われた家族と過去を追い続けていたのだ。正治は神崎を制止するように手を挙げた。動くと、この毒が美咲の体内に入る。と言い、注射器を美咲の腕に押し当てた。しかし、その手はわずかに震えていた。あなたが松野健太郎と川上誠を殺したのですね。と神崎は冷静に言った。そうだ。二人は私の復讐に値する。と正治は答えた。究極の一皿は川上家の秘伝だった。だが、あのコンテストで松野屋が卑怯にも盗み取り、優勝した。さらに、老人の声は詰まった。私の愛する娘、陽子までも奪っていった。彼女が去った日、私の心も死んだ。正治は続けた。私は50年間、
復讐の機会を待っていた。一度は諦め、海外で料理人として生きようとしたが、心の傷は決して癒えなかった。そして今、すべてを終わらせる時が来た。究極の一皿が持つ真の秘密をすべて明かす前に、神崎は時間を稼ぐ必要があった。その秘密とは何なのですと尋ねると、正治は写真を見つめながら嘲笑うような、しかし悲しげな笑みを浮かべた。その答えはもうすぐわかる。この50年の苦しみの真実とともにな。第7章、50年前の確執。50年前、大阪料理界の頂点を決める関西料理最高峰コンテストがあったと川上正治は語り始めた。神崎と美咲は彼の話に耳を傾けた。雨音だけが静かな部屋に響いていた。川上家と松野屋は最終決戦に残った。当時の松野屋当主松野一郎と私は幼なじみでありながらライバルだった。正治は遠い目をして続けた。私たちは子供の頃、同じ町内で育ち、共に料理の道に進んだ。彼は常に私より一歩先を行く男で、私は彼を尊敬していたよ。正治の声には、恨みだけでなく、かつての友情への郷愁も混じっていた。昔は2つの料亭が協力し合うこともあった。大きな宴会や祭りの時はね、私の妻と彼の妻は姉妹のように仲が良かった。正治は立ち上がり、窓際に歩み寄った。雨に打たれる窓ガラスを通して、かつての映画の面影すら残っていない外の風景を見つめる。コンテストの前夜、私は究極の一皿の最終調整をしていた。それは川上家に代々伝わる秘伝のレシピで、単なる料理ではなかった。江戸時代、私の先祖が残した暗号が込められていたのだ。暗号と神崎が問うと、正治はうなずいた。幕末の動乱期、川上家と松野屋の先祖は共に大阪の豪商だった。彼らは幕府から預かった莫大な黄金を隠し、そのありかを究極の一皿のレシピに暗号として記した。2つの家の当主だけがその秘密を知っていたのだ。陽子が子供の頃、私は彼女にその物語を寝物語として語ってきた。正治の声は和らいだ。彼女はいつも目を輝かせて聞いていた。美咲は驚きの表情を浮かべた。母がそんな話を聞いていたなんて。それでは究極の一皿は、そう財宝への鍵だと信じられてきた。だが時代が下るにつれ、松野屋はその秘密を忘れていった。しかし川上家は代々その真実を語り継いできた。正治は続けた。コンテスト前夜、松野一郎が私の調理場に忍び込み、レシピを盗み見た。翌日、彼は究極の一皿の現代版とも言うべき料理を出し、優勝した。それは私の料理とあまりにも似ていた。しかも彼はレシピの中の暗号に気づいていた。少なくとも私はそう思い込んだ。審査員たちは彼の料理を絶賛した。私の方は伝統にとらわれすぎていると評された。正治の拳は震えていた。その後、新聞にはなぜか正反対の川上料亭がレシピを盗用かという記事が載った。その時から客足が途絶え、従業員も去り、
銀行からの融資も止まった。そして私は敗北し、川上料亭は没落した。借金を抱え、家も店も失い、私は恥と怒りのあまり姿を消した。妻は病で亡くなり、娘の陽子とも別れ、私は身分を隠して生きてきた。正春の目には憎しみとともに深い後悔の色が浮かんでいた。海外で料理人として生きようとしたが、舌の感覚も鈍り、記憶だけが私を苦しめた。陽子が松の家に嫁いだことを知ったとき、私の心は完全に折れた。彼はポケットから古い新聞の切り抜きを取り出した。松野健太郎と陽子の結婚を伝える記事だった。彼女は幸せそうだった。でも私は祝福することができなかった。私の誇りが許さなかったんだ。だが、究極の一皿が公開されようとしていることを知り、復讐を決意した。50年間忘れることのできなかった憎しみが再び燃え上がった。松野健太郎が究極の一皿のレシピを研究し、その暗号に気づいたのは半年前だった。彼は財宝を独り占めにするつもりだったのか、それとも真実を公表するつもりだったのか、それは彼と共に闇に葬られた。そして川上誠、正春の声は悲しみに沈んだ。彼は私の甥で川上料亭を再建した。だが彼は家の秘密を守る意志が弱かった。私の帰還を知り、健太郎の死を疑い始めた彼も黙らせる必要があった。彼を殺した時、自分の血を流しているようだった。神崎は冷静さを装いながらも脱出の機会を伺っていた。しかしそれだけでは美咲さんを殺す理由にはなりませんね。正春は美咲を見つめた。その眼差しは複雑だった。彼女は両家の血を引いている。究極の一皿の秘密を知る権利のある最後の人間だ。彼女はまさにかつての二つの家の絆の象徴だが、彼女もまた黙らなければならない。最後に問います。と神崎は正春の目を見つめていった。その財宝はどこにあるのですか？それは本当に存在するのですか？正春は苦い笑みを浮かべた。それこそが今夜明かされる最後の秘密だ。誰も知らなかった真実。第8章、二つの家の地。神崎は正春の隙を狙いながら会話を続けた。美咲さんは無実です。彼女はこの確執のことを最近知ったばかりだ。雨は一層激しさを増し、古びた屋根を叩く音が部屋に響いていた。美咲は涙を浮かべながら訴えた。おじいさん、私を殺したところで何になるの？もう十分です。この憎しみの連鎖を終わらせましょう。美咲は続けた。母は生前、あなたのことをよく話していました。父は厳しかったけれど、料理に対する情熱と誠実さを教えてくれた。と、母はあなたを誇りに思っていたんです。正春は美咲をじっと見つめた。彼女の顔には、かつての娘、陽子の面影があった。陽子が子供だった頃、料理を教えていた日々の記憶がよみがえる。純粋な喜びに満ちた時間だった。一瞬、老人の表情が揺らいだ。わしはな、正春の声は震えていた。50年間、ただ復讐のために生きてきた。それを今さら、老人の目から涙がこぼれた。陽子が死んだ時、
私は彼女の葬儀にも行けなかった。自分の娘の最後にも立ち会えず、彼女が嫁いだ松の家の名が刻まれた墓石を見るのが耐えられなかったんだ。神崎はその瞬間を逃さなかった。正治の気が緩んだ一瞬の隙に、彼は素早く動いて老人に飛びかかった。二人は床に倒れ、激しくもみ合う。注射器が床に落ち、転がっていく。美咲は縛られたまま、必死に叫んだ。やめて。二人とも、お願い。格闘の末、神崎は正治を押さえつけることに成功した。しかし、老人は意外な力強さで抵抗し続けた。お前に何がわかる。50年の恨み、家族を失った痛み、すべてを奪われた絶望が、正治の声には怒りよりも深い悲しみがにじんでいた。私は海外を転々とし、一流レストランで働いたこともあった。だが、どこへ行っても究極の一皿の記憶から逃れられなかった。正治の激情の言葉は突然の咳込みで途切れた。彼の顔色が変わり、苦しそうに胸を押さえる。心臓発作の症状だった。神崎は急いで美咲の縄を解き、同時に救急車を呼んだ。美咲は祖父の傍らに駆け寄った。おじいさん、しっかりして。正治は弱々しく美咲の手を握った。お前は陽子に似ている。彼女が幼い頃、一緒に作った茶碗蒸しを思い出す。彼女の初めての料理だった。救急車を待つ間、正治は断続的に話し始めた。彼の憎しみの源泉は単なる料理コンテストの敗北ではなかった。コンテストの後、わしは松野一郎を問いただした。彼は笑いながら認めた。君の料理は素晴らしかった。だから研究させてもらった。と、そのあけすけな態度にわしは打ちのめされた。そして、川上家の没落後、松野屋は我が家の料理人たちを引き抜き、秘伝の調理法まで盗んだ。わしの人生のすべてを奪ったのだ。妻は失意の中で病に倒れ、正治の声は小さくなっていった。冷たい雨の日だった。陽子が松野屋に嫁ぐと言って家を出て行った日もこんな雨だった。以来、雨の日は思い出に苦しめられてきた。美咲は神崎に助けを求めるように視線を送った。神崎は正治の脈を確認しながら言った。それでも復讐は解決にはなりません。松野健太郎さんは究極の一皿を公開しようとしていました。それはなぜだと思いますか？正治の目に疑問の色が浮かんだ。健太郎さんは真実を知りたかったのです。と美咲が言った。父は川上家への贖罪の気持ちがあったと思います。母を愛し、川上家の名誉を回復させたかったのではないでしょうか。父は私に、料理に嘘はない。本物の味には真実がある。と教えてくれました。それは母から聞いた。あなたの言葉だと、正治の表情が和らいだ。陽子は、私の言葉を覚えていてくれたのか。彼の声は感動に震えていた。彼女は幸せだったのか？はい、とても。と美咲は答えた。母は松野屋に嫁いで幸せでした。父との思い出を大切にし、いつもあなたのことを尊敬の念を持って話していました。そして父もまた、母を心から愛していました。二人は毎年、あなたの誕生日になると、特別な料理を作り、
あなたの健康を祈っていました。老人の目からは涙があふれ出た。わしはなんと愚かだったのか。正治の目から一筋の涙が流れた。50年の歳月が彼の心を一気に通り過ぎていくようだった。今彼の顔からは憎しみの影が消え、深い後悔と静かな受容の表情が浮かんでいた。第9章、最後の対決。救急車のサイレンが雨音に混じって近づいてきた。神崎は状況を整理しようとしていた。しかし正治はまだ何か言い残したいことがあるようだった。彼は苦しそうに上体を起こし、美咲に手招きした。美咲、究極の一皿の真の意味を教えよう。美咲は祖父に耳を傾けた。老人の声は弱々しかったが、その言葉には重みがあった。彼の目は長年の憎しみから解放されたかのように澄んでいた。あのレシピには確かに暗号が隠されている。だがそれが指し示すのは、話の途中救急隊が到着し、正治は緊急処置を受けることになった。隊員たちが彼をストレッチャーに乗せる間も、正治は美咲の手を離そうとしなかった。命よりも大切なものがあったんだと彼はつぶやいた。料理は人を幸せにするものだ。神崎と美咲は正治に付き添って救急車に乗り込み、病院へ向かった。車内で美咲は祖父の手をずっと握りしめていた。雨は次第に小降りになり、東の空がわずかに明るくなり始めていた。病院の待合室で神崎は警察に連絡し、これまでの経緯を説明した。証拠も十分あり、川上正治が松野健太郎と川上誠を殺害したことは間違いなかった。しかし神崎は正治の行動の背景にある50年に及ぶ苦悩と、彼が最後に見せた改心の様子も伝えた。彼は犯罪者です。しかし同時に長年の絶望と誤解に苦しんできた被害者でもあるんです。と神崎は話した。数時間後、医師から正治の容体が安定したという報告があった。彼は一命を取り留め、病室で休んでいた。窓の外は雨上がりの朝日が輝いていた。神崎と美咲が病室を訪れると、正治は静かに目を開けた。彼の表情は怒りに満ちていた。先ほどとは打って変わって穏やかだった。病室の窓からは遠く難波の街並みが見渡せた。こんな景色を見るのは何十年ぶりかのう、と正治はつぶやいた。大阪の街は変わったが、人々が美味しいものを求める気持ちは変わらんな。究極の一皿の秘密を知りたいかと正治は尋ねた。彼の声にはもはや憎しみや怒りはなく、ただ長い旅を終えたものの静けさがあった。神崎と美咲はうなずいた。あのレシピが指し示す財宝とは金銀財宝ではない。と正治は語り始めた。わしも長年それを勘違いしていた。黄金や宝石への執着がわしの目を曇らせていたのだ。だが陽子の手紙を読み直してようやく真実を理解した。母の手紙？と美咲は驚いた。ああ、陽子は死の直前、わしの居場所を突き止め、手紙をよこした。正治はポケットから古い封筒を取り出した。彼女はいつもわしを探していたようだ。究極の一皿のレシピを詳しく研究し、その真意を理解したと書いていた。
正治は手紙を美咲に渡した。美咲はそれを広げ、母の筆跡を見つめた。この手紙、父も探していたものです。父の書斎にメモがあって、陽子の発見、M計画と書かれていました。正治は続けた。レシピの暗号を解読すると、それは特定の場所を示す。だが、そこにあるのは金銀ではなく、彼は一度深く息を吸ってから言った。人々に喜びを与える料理の真髄という教えだった。松野屋と川上家の先祖は、金銀よりも価値ある宝、料理の真髄を次世代に伝えたかったのだ。両家の先祖は、料理に人々を幸せにする力があることを知っていた。彼らは富を築いた後、真の豊かさとは何かを悟ったのだろう。究極の一皿のレシピに込められた技法と哲学は、単なる味の追求ではなく、人の心を動かす力を説いていたんだ。美咲の目に涙が浮かんだ。父が究極の一皿を公開しようとしていたのは、そう、彼は真実を知り、料理界全体のためにこの教えを広めようとしていたのだろう。50年前、わしが守ろうとしたのは秘密そのものではなく、料理への純粋な愛だったのに、いつの間にか復讐と憎しみだけがわしを支配していた。神崎は思わず笑みを浮かべた。料理は嘘をつかない。本物の味には真実がある。健太郎さんの言葉は、まさにその意味だったのですね。正治は疲れた表情でうなずいた。わしは愚かだった。復讐にとらわれ、50年もの歳月を無駄にした。陽子も健太郎も決して許してくれないだろう。彼の目には後悔の涙が浮かんでいた。美咲は祖父の手を優しく握った。母は最後まであなたを愛していました。父も同じです。だから私は両家の名を受け継ぎたい。まだ遅くありません。これから私たちで新しい歴史を作りましょう。正治の目に長い年月を経て初めての安堵の色が浮かんだ。わしの罪は償わねばならん。だが、残された時間でできることをしたい。数日後、川上正治は警察に対して自首し、2つの殺人と誘拐の罪を認めた。彼は裁判を待つ身となったが、美咲は定期的に彼を見舞い、松野屋と川上家の歴史について話し合うようになった。正治も長年の秘密と経験を美咲に伝え、新たな究極の一皿の創造に協力した。神崎は一連の事件を解決し、下の探偵としての名声を高めた。しかし、彼の心に残ったのは、料理に込められた深い教えと美咲との出会いだった。彼女の強さと優しさは、孤独だった彼の心に新たな光をもたらしていた。第10章、真実の味。事件から3ヶ月後、松野屋では新生記念パーティーが開かれていた。美咲は父の意思を継ぎ、料亭を再建。この日は特別に究極の一皿を元にした新しい料理を披露する日だった。看板には松の川上亭という新しい名前が掲げられていた。晩春の心地よい風が吹く夕暮れ時、会場には料理界の著名人や事件の解決に関わった人々が集まっていた。古い建物は随所に改装が施されていたが、江戸時代から続く伝統の息吹は守られていた。
玄関には松の家と川上家両家の家紋を組み合わせた新しい門が飾られていた。神崎も特別ゲストとして招かれ、珍しくスーツに身を包み、少し落ち着かない様子で席についていた。彼は普段から人混みを好まなかったが、この日ばかりは特別だった。客人の中には、入院を終えて特別に参加を許された森本教授の姿もあった。彼は松の家と川上家の歴史についての本を出版する準備を進めているという。やがて美咲が壇上に立ち挨拶を始めた。会場が静まり返る。本日は松の川上邸の新たな出発の日に多くの皆様にお集まりいただき心より感謝申し上げます。美咲の声は透明感があり、会場全体に響き渡った。この3ヶ月間、私は父の意志を継ぎ、そして新たな挑戦として、松の家と川上家の伝統を融合させた料理を創作してまいりました。彼女は一瞬言葉を切り、会場を見渡した。50年前に引き裂かれた2つの家の絆を再び結び直す試みです。それは単なる料理の融合ではなく、人の心と心をつなぐ架け橋になればと願っています。美咲の目に一瞬涙が光った。この道のりには多くの悲しみと痛みがありました。しかし、終わりなき確執の先に私たちは真実を見出しました。料理は嘘をつかない。本物の味には真実がある。これは父の言葉であり、祖父川上正治から受け継がれた哲学でもあります。彼女は続けた。今日皆様にお出しするのは融和の一皿、究極の一皿の精神を受け継ぎながらも新しい時代へのメッセージを込めた料理です。この料理には祖父からいただいたアドバイスも取り入れています。料理が運ばれてくると会場からどよめきが起こった。一見シンプルでありながら深い味わいを予感させる料理の姿に全員が息を飲んだ。蓋付きの器の中からはわずかに湯気が立ち上り、上品な香りが漂っていた。神崎も一口食べるとその味わいに驚嘆した。松の家の繊細さと川上家の大胆さが見事に融合し、まるで物語を語るかのような深みのある味だった。それは単なる食べ物ではなく、50年の時を超えた和解の象徴だった。これは神崎の言葉が詰まる優れた味覚を持つ彼でさえ、その複雑な味わいを言葉で表現するのは難しかった。食事の後、美咲は神崎を中庭に招いた。満月の光が池の水面を銀色に照らす中、二人は静かに語り合った。川上家の血を引く私が松の家を継ぐことに、業界内からの反対の声もありました。富崎は和服の袖を整えながら言った。でも、それこそが究極の一皿、申し絵だと思うんです。対立ではなく、融和、過去の憎しみを乗り越え、新しい未来を作る。神崎はうなずいた。あの料理には、そんなメッセージが込められていたように感じました。まるで50年もの物語を一口で味わったようでした。祖父も病院から詳細なアドバイスをくれたんですよ。富崎は月明かりに照らされた顔を輝かせながら言った。彼の記憶の中にあった古い調理法と父が研究していた新しい技術を組み合わせたんです。裁判が終わったら祖父の料理の知識も生かしていきたいと思っています。
神崎は美咲の凛とした姿に彼女の成長を感じていた。事件の影響で一時は壊れかけた彼女だったが、今は強く前を向いていた。それは彼女が2つの家の血を受け継ぐ者としてその運命を受け入れた証だった。神崎さん、今後もぜひ松の川上邸のアドバイザーとして協力してもらえませんか？と美咲が提案した。あなたの下の探偵としての能力は私たちの料理をさらに高みへと導いてくれるはず。それに彼女は少し恥ずかしそうに言葉を切った。神崎は少し考え、そして微笑んだ。喜んでお引き受けします。あなたのような方と一緒に働けることは私の喜びです。満月の光の下、神崎は思った。料理は嘘をつかない。本物の味には真実がある。松野健太郎の言葉の真意を今彼は理解していた。それは料理だけでなく人の心にも通じる真実だった。エピローグ、新たな出発。1年後の春、大阪の街は桜で彩られていた。神崎は依然として下の探偵として活動していたが、事件後その名は広く知られるようになっていた。以前は小さな事務所で細々と仕事をしていた彼だったが、今では依頼が途切れることがなくなっていた。彼のオフィスも移転し、窓からは道頓堀のにぎやかな風景が見渡せるようになった。しかし神崎自身は変わらず、一人黙々と仕事に打ち込む日々を送っていた。ただ、以前とは違って、彼の表情にはかすかな柔らかさが生まれていた。松の川上邸と名を変えた料亭は、美咲の下で新たな伝統を築きつつあった。融和の一皿は大阪の新名物として人気を博し、予約が数ヶ月先まで埋まる人気店となっていた。かつての確執は過去のものとなり、両家の歴史は新たな章に入っていた。川上正治は裁判の結果、年齢と健康状態、そして事件後の深い介護の情を考慮され、比較的軽い刑で服役していた。彼は刑務所内でも料理の指導を行い、多くの受刑者たちに料理の喜びを教えていた。美咲は定期的に彼を訪ね、両家の歴史や料理について学んでいた。正治もまた、長年の憎しみから解放され、残された時間を有意義に過ごしていた。彼の目からは憎しみの影が消え、穏やかな光を取り戻していた。ある桜満開の日、神崎が事務所で仕事をしていると、美咲が訪ねてきた。彼女は季節に合わせた淡いピンクの着物姿で、その手には一冊の本があった。窓から差し込む春の日差しが、彼女の姿を一層美しく照らしていた。ついに完成しました。と美咲は嬉しそうに言った。真実の味、松野屋と川上家の歴史と哲学というタイトルの本だった。森本教授と祖父、そして神崎さん、あなたの協力で書き上げることができました。両家の歴史を詳細に調査し、究極の一皿の真の意味を解説した本です。これで父と叔父の願いは叶えられました。そして50年前の誤解も正されたのです。神崎は本を手に取り、丁寧にページを送った。そこには2つの家の長い歴史と料理に込められた哲学が詳細に記されていた。写真や図版も豊富で、
江戸時代から続く料理の変遷が分かりやすく説明されていた。最も感動的だったのは正治が獄中から寄せた言葉だった。50年の迷いの果てに私は真実を見出した。憎しみは味を曇らせるが愛は味を豊かにする。これこそが究極の一皿の教えだった。最後のページには美咲の言葉があった。真の財宝とは人々の心に喜びをもたらす味である。それは金銀よりも貴重で時を超えて受け継がれるものだ。この本が新たな料理人たちの心に明かりを灯すことができれば幸いである。神崎は感心して本を閉じた。素晴らしい本ですね。健太郎さんも喜んでいるでしょう。美咲は窓辺に立ち、桜を見つめながら微笑んだ。春の風が彼女の髪を優しく揺らす。あなたの協力なしでは、この真実は永遠に闇に葬られていたかもしれません。本当にありがとう。神崎も窓際に立ち、美咲と共に桜を眺めた。二人の間には言葉にならない絆が生まれていた。今日は特別な日なんです。と美咲が言った。祖父が仮釈放で1日外出許可が出たんです。究極の一皿の現代版が公式に提供される初日に彼も立ち会います。二人は松の川上邸へと向かった。料亭の前には桜が咲き誇り、その花びらが風に舞っていた。入り口には記者たちも集まり、大勢の客でにぎわっていた。中に入ると正治の姿があった。杖をつきながらも背筋を伸ばした姿勢で客人たちと話をしていた。彼の表情は晴れやかで、かつての暗さはみじんも感じられない。彼は神崎に気づくと深々と頭を下げた。言葉はなくともその仕草に深い感謝の気持ちが現れていた。美咲は神崎を特別な個室に案内した。窓の外には小さな庭園があり、桜と新緑が美しい調和を見せていた。あなただけに味わってほしい特別版です。と美咲は微笑み、料理を運んできた。祖父と二人で考案したんです。神崎がその一皿を口にした瞬間、彼の中に温かい感情が広がった。それは単なる味覚を超えた、心に直接語りかけてくるような深い味わいだった。松の家と川上家、二つの伝統が溶け合い、新たな次元へと昇華していた。この味は、と神崎が言いかけると、美咲は柔らかな笑顔で彼の言葉を遮った。言葉にする必要はありません。本物の味は心で感じるものですから。彼女の手がそっと神崎の手に重なった。窓の外では桜の花びらが風に舞い、新緑の間を舞い踊っていた。神崎は思った。彼はもはや孤独な下の探偵ではなかった。今彼の前には新たな物語が美咲と共に広がっていた。料理は嘘をつかない。本物の味には真実がある。その言葉の意味を神崎はこれからも美咲と共に探求し続けるだろう。そしてその旅路にはきっと多くの新たな発見と喜びが待っているはずだった。